はい、どうもこんばんは。ゴチログの慎吾です。今日はやっと買うことができた ASUS から発売されたディスプレイ PG32UQ についてご紹介していこうと思います。で、この PG32UQ なんですけど、4K で 144Hz のリフレッシュレートを出すことができる32インチのディスプレイになります。僕はもともとデルの U4021QW という 4K 相当の解像度が出せるウルトラワイドの40インチのディスプレイを使っていて、それも非常に素晴らしいディスプレイだったんですけど、今回はこの ASUS の PG32UQ の概要に加えて、なぜ40インチの U4021QW からこの32インチの PG32UQ に買い替えたのかということについてもお伝えしていければなと思います。結論から言いますと、この PG32UQ は動画編集などのクリエイティブな作業も快適に行うことができて、なおかつゲームでも現状最高性能を引き出せる素晴らしいモニターだなと思いました。発売日は2021年の11月26日で、ビッグカメラでは14万5800円と、約15万円の非常に高値だったんですけど、どこも軒並み在庫がなくなってしまって、Amazon では次回入荷が1月末ということになってるんですけど、これももしかしたら延長されるかもしれないということで、めちゃくちゃ売れてますね。はい。ではまず開封していこうと思います。映像とともにこの PG32UQ の概要をざっくり説明していこうと思うんですけど、最初に言ったんですけど 4K32 インチのディスプレイになります。で、一番すごいのが 4K という解像度でなおかつ 144Hz という高いリフレッシュレートが出せる点です。このリフレッシュレートなんですが、簡単にご説明すると、皆さんが見ている動画って一枚一枚の写真というか絵が紙芝居のようにパラパラと切り替わって、それが連続して映像になってるっていう感じなんですけど、普通のテレビとかゲーム専用ではない普通のディスプレイだとこれが 60Hz なんですよね。これは1秒間に60回絵が切り替わってるということを表してます。普通に使う分にはこれで全然十分なんですけど、僕の場合は最近はずっとフォートナイトをやっていて、これは人を撃つゲームなんですけど、めちゃくちゃハマってます。で、こういうゲームだとリフレッシュレートが命というか、弾の命中率とかに影響が出てしまうので、できるだけ映像が綺麗で、なおかつブレないディスプレイが欲しくなりました。で、これまでのディスプレイはフル HD の解像度で 144Hz とか 240Hz とかの高いリフレッシュレートを実現していたんですが、4K の解像度のものってほぼほぼなかったんですよね。厳密に言うと去年から今年にかけてやっと 4K で高リフレッシュレートのものが出てきたという感じです。僕自身はフル HD のディスプレイで高いリフレッシュレートのものと 60Hz のもので比較したことはなかったんですけど、 Apex をやってる友人に聞いてみるともう全然違うということで気になっていたし、あとはネット上で見ても同様の評価をされていたので、気になってました。ということで、今回はそれを 4K で試してみたいということで、今回この PG32UQ を購入しました。一つ注意点なんですけど、 4K で 144Hz とかの高いリフレッシュレートを実現しようとすると、ある程度性能の高いグラボが必要になってきます。僕の場合は自宅のメイン PC は RTX3080Ti をこっそり買っていたんですけど、ゲームにもよると思うんですけど、ある程度高い性能のグラボが必要かなと思います。で、今回購入した ASUS の PG32UQ は、僕がこれまで購入してきたディスプレイと同じで IPS 液晶です。で、あとはベサ規格にも対応していて、これまで通りモニターアームにつけることができます。で、この PG32UQ はもう開封した時点でスタンドの部分がディスプレイに固定されていたんですが、土台は別だったので取り付けていきます。こんな感じで手で締めるタイプのネジが底の部分についていて、これを締めれば完成です。めちゃくちゃ組み立ては簡単です。机の上に置いてみるとこんな感じです。角度調整もできて、横方向はこんな感じで角度を変えることができます。ちょっと縦の方向は取り忘れてしまったんでディスプレイがない状態ですけど、こんな感じで縦も動かすことができます。スタンドの高さは一番上までディスプレイを持ち上げると床から12センチで、一番下まで下げると床から2センチぐらいになります。で、次に外観を見ていきますが、こんな感じでフレームは下の部分だけ少し厚くなっていて、真ん中に ASUS の目のロゴがあります。で、左右と上のフレーム部分は非常に薄くなっていて、めちゃくちゃかっこいいですね。ディスプレイのサイズは32インチなんですが、横幅が73センチ、高さは43センチです。今回入れ替えになる U4021QW よりはだいぶ小ぶりになるんですが、ぶっちゃけゲームやるにはでかすぎるなと思っていたんで、それも今回の入れ替えの動機になってます。で、付属品は TP と HDMI、パソコンと接続するための USB ケーブル、あとは結局今回使わなかったんですが、モニターアームに取り付ける際に使用するかもしれないスペーサー、
あとは電源がついてきます。で、この電源なんですけど、ディスプレイによってはモニターにこれが内蔵されているものもあると思うんですけど、PG32UQ の場合はこんな感じででかい弁当箱を外につけないといけません。個人的には小スペースな内部電源がいいなと思ってたんですけど、内部電源だと故障する率が高いっていう説もあるらしいですね。で、モニター側のポートはこんな感じで、左から電源ポート、PC と接続する USB3.0 が1つ、普通の USB3.0 が2つ、HDMI2.1 が2つ、ディスプレイポート 1.4 が1つ、で、あとはイヤホンジャックがついています。僕の PC ケースはメッシュリサスというモデルなんですが、このケース専用の L 字の DP ケーブルを使っているので DP で接続します。DP で接続した場合は圧縮された 4K144Hz が出力されるんですが、素の 4K144Hz と体感上の差はないようです。それだけ 4K144Hz で表示するっていうのは負荷がかかるみたいですね。ちなみに僕は PS5 は持ってないんですけど、 PS5 で接続した場合には上限が 120Hz になるそうです。はい。では実際にモニターもつけてデスクに設置していきます。で、説明書が絶妙に分かりづらかったんですが、もともとついているこのスタンドは、ここのプラスチックの輪っかをマイナスドライバーとかで浮かせてパカッと取ってネジを外して取り付ける形になります。僕が使っているのはエルゴトロンの OEM 版の Amazon ベーシックのものですが、耐荷重は 11.3kg です。PG32UQ はスタンドなしの状態で 6.1kg なので余裕です。はい、無事に設置できました。僕の机はフレキシスポットの天板サイズが奥行き 70cm、幅 140cm なんですが、U4021QW の40インチの時に少し感じていた圧迫感が32インチでちょうどいいくらいになった気がします。はい、それでは起動していきましょう。まずここで気づいたんですけど、BIOS に入る起動画面が出ないんですよね。起動画面をすっ飛ばしてピンコードを入力する画面に直で行きます。これは僕が DP で接続してるからかなと思って付属の HDMI でも試したんですけど、同じく BIOS に入る画面が出てきませんでした。いろいろ調べてみたところ、これはグラボで RTX3080Ti と3060を使っている人に出る不具合で、そんなことあるんかなって感じなんですけど、 NVIDIA がファームウェアを公開していたのでダウンロードしてみました。するときちんと画面が表示されて、無事 BIOS に入ることができました。はい。で、無事起動できたので、ディスプレイの情報を見ていくと、きちんと 4K144Hz で表示されていました。実際にまだゲームをしていない段階でも、カーソルがヌルヌル動いている感触が伝わってきました。で、この PG32UQ なんですが、G-Sync に対応したディスプレイになっています。この G-Sync っていうのは G-Sync に対応したゲーミングモニターで、ゲームの動作フレームレートの数値に合わせてリフレッシュレートを自動で切り替えることで、グラボとディスプレイ間でフレーム描写数が一定になり、テアリングと呼ばれる画面の裂け目だったり、スタッタリングと呼ばれるちらつきがなくなるという機能らしいです。僕もよく分かってないんですが。でも実際ゲームしてみると、確かに U4021QW の時にあったブレてんなみたいな感触があったんですけど、この PG32UQ でそれが全くなくて、めちゃくちゃヌルヌルになったんで、G-Sync の効果かなりあるんじゃないかなと体感しました。で、さらに NVIDIA のコントロールパネルから G-Sync の設定をいじることができて、色の深度と呼ばれるものが通常は8ビットなんですけど、これを10ビットに変更することができます。これにより HDR の動画がより綺麗に見えるようになります。著作権フリーの動画で HDR で10ビットのものがなかったのでお見せすることはできないんですが、実際に見ると、相当綺麗でしたね。で、ドット抜けに関してなんですけど、僕がこれまで使っていたデルのディスプレイは3年間の無期点保証がついてて、ドット抜けがあれば交換してくれるっていう保証がついてたんですけど、今回の ASUS の PG32UQ には特にそういう保証がなかったんで、自分でチェックしてみることにしました。こんな感じでドット抜けテストのページがあるので、ここに行っていろいろ画面を隅々まで見てみたんですけど、どうやら今回僕が購入したディスプレイにはドット抜けはありませんでした。よかったです。このドット抜けテストのサイトも概要欄にリンクを貼っておくので、もし気になる方は見てみてください。で、向かって右側のディスプレイ背面のボタンを押すとメニューに入れて、いろいろ設定が変更できます。いろいろ変えれるんですけど、一番大きく変わるのはゲームビジュアルっていうところで、シーンやどんなゲームをしているかで色味を変えることができます。アダプティブシンクのところでは、先ほどの G-Sync をオンにして画面の裂け目やちらつきがなくなる機能をオンにしてます。バリアブル OD や ELMB シンクなどはリフレッシュレートを最適化する機能のようなんですが、とりあえずデフォルトのまま使ってます。
で、一番下のシャドウブーストは暗い影の部分を見やすくする機能ですが、とりあえず無効の状態で特に不便を感じてないので使ってません。で、この設定なんですけど結構制約が多くて ELMB シンクをオンにするとバリアブル OD が使えなくなったり、 Windows の方で HDR をオンにすると ELMB シンクやゲームビジュアル、シャドウブーストが使えなくなったりと、どういう仕組みなのかよくわかんないんですけど、これをオンにするとこれが使えなくなるみたいなのが結構ありますね。その他明るさやコントラスト、色温度などを変更することができます。あとライティングエフェクトでは画面裏の目のロゴを光らせたりすることもできます。見えないんですけど。あとは音に関してはスピーカー内蔵されてるんですけど、そんなにぶっちゃけ良くないので別でスピーカーを用意した方がいいと思います。以前紹介したクリエイティブのペブルというスピーカーが2000円という非常に安い値段なんですけど、その割に音がいいので結構あれはおすすめです。僕の場合は持つ M4 というオーディオインターフェースからジェネレックの 8020DPM に出力しているのと、あとはゲームするときは手話の1840を使ってます。で、実際にフォートナイトプレイしてみても 4K144Hz が存分に活かせているという感じでマジで気持ちがいいです。ぬるぬるです。やっぱり前評判通り 60Hz と 144Hz は明確に違うなといった印象です。これは多分 G-Sync の効果とかいろいろあると思うんですが、もうとにかくヌルヌルですね。よくリフレッシュレートのベンチマークというかテスト的に使われている UFO のテストっていうのがあるんですけど、それ実際やってみても、これが動画で伝わるかはちょっと微妙なんですが、やっぱり 144Hz と 60Hz 付近ってやっぱり明確に目で見ると違いが感じられます。で、これまで使っていた U4021QW との比較なんですけど、やっぱり40インチに比べて作業領域はやっぱり狭くなってるんですけど、動画編集もゲームも両方やるみたいな人にはもうこれめっちゃいいんじゃないかなと思います。最初にも言ったんですけど、もともとこの U4021QW は動画編集とかそういうクリエイティブな作業をやるために購入したんですけど、今年の夏頃からゲームにハマって、やっぱりゲームやるなら高いリフレッシュレートのモニターが欲しいなと思ってきました。解像度に関しては 4K に慣れてしまうともう 4K 以下の解像度には戻れないという体になってしまったので、4K 縛りで探していってたんですけど、サイズに関しては27インチ、32インチ、あと43インチというのが候補に上がりました。43インチはさすがに横幅140センチの机に置くにはでかすぎるので除外して、かといって27インチにしてしまうと前使ってたデルの U27209M と同じになってしまうので、それは微妙だなということで、間を取って32インチにしたわけなんですけど、やっぱり32インチが動画編集もゲームもするならちょうどいい塩梅なんじゃないかなと思います。32インチに決めたと。で、メーカー見てみると3つあって、MSI の MPG321URQD っていうのと、Gigabyte の FI32U っていうのがありました。で、MSI の方に関してはもう在庫が全くなくて、で、Gigabyte の方に関しては、動画とか見てるとあんまり良くないっぽいみたいな感じだったんで、今回この ASUS の PG32UQ を購入したという感じですね。はい、それではまとめですが、今回は ASUS の PG32UQ をご紹介しました。ついに 4K144Hz でもうめちゃくちゃ綺麗でヌルヌルなディスプレイでゲームも動画編集もすることができるようになりました。約15万という、めちゃくちゃ高い買い物になったんですけど、性能にはもう本当に満足しています。32インチという広い作業領域で動画編集などのクリエイティブな作業も快適にすることができるし、高いリフレッシュレートでゲームも楽しめるというすごいディスプレイが出たなという感じですね。だんだん 4K で動画作れたりゲームすることができたりして、すごいこの進化が楽しみな感じなんですけど、8K とか 12K とかになるのはいつなんだろうっていう感じなんですが、これからの楽しみにしていこうと思います。はい。こんな感じで今回は以上になります。これからもガジェットや買ってよかったものをご紹介していくので、もしよかったらいいね、高評価、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい。ごちろぐのしんごでした。ありがとうございました。